本ガとヘスティアキッチンの D です。今日は4月15日にオープンしましたフレンチレストランラ・アルジョンテにお邪魔して動画を撮影させていただいてます。まず紹介させていただきますね。YouTube チャンネルラピタスキュイジーヌフランス料理を運営しております木俣銀之丞シェフです。はい、お願いします。でこの動画なんですけども後半になってまして、前半ではこのコロナ禍におけるオープンの状況とで開業準備に動いたことを実際やってみてどうだったかみたいな内容を話させていただきましたんで、概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからご覧ください。引き続き対談の方していきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。このコロナ禍っていう特殊な状況の中で料理人結構悩まれてる方も多いと思いますけど、今後の立ち回りについて木俣シェフどう思われてますか？前半でも話したんですけど、個人店壊滅的なので、大きな企業が経営するレストランに入るのが初めは一番安定していると思う。ホテル経営だったりゴルフ場とか会社が経営しているレストランっていうのは給料も安定してますし、休業要請が出てもある程度耐えられるので、そういうところに行って独立を考えている場合は貯金を貯めながら基礎も学べると思うので、そういうところに就職するのが一番ベストかな。詳しい料理の知識とかは昔と違って YouTube とか電子書籍ノートもありますし、雑誌とか専門雑誌でも情報量が昔とは全然違うので、有名店で必ずしも修行しなければいけないというわけではなくて、独自で料理の知識で勉強できる時代になったと思うので、そういうのを自宅で勉強しながら大きな、安定した企業に入るのが一番いいんじゃないかなと。パティシエとしてはパティシエとしては、はい、ほぼ、同じような同じなんです状態だとは思うんですけど、先ほど、お話しさせていただいた通り、ケーキ屋さんだったりパン屋さんっていうのがやっぱり景気が良くなってる部分もあるので、そこら辺はあまり変わらないのかなっていう部分があって、逆に料理人と違ってパティシエでその企業で雇用したいとかっていうのがあまり求人が少ないっていうのが正直あって、結構専門学校行ったりとかすると、やっぱり専門学校と関わりのあるお店さんっていうところのパイプを大事にしてしまってるっていう部分があるので、自分でここに働きたいから探すとかっていうのがなかなかがないのかなっていうのは思いますね。例えば私35歳ですとか40歳です、お菓子作りたいんですって言われたらどうしたらいいですか？それも完全にズブの素人っていう状態でですよね。ある程度勉強はしましたけどみたいな。もし私が雇う側っていう面で考えたら、その年代ってなるとやっぱ即戦力っていう部分に考えてしまう部分があって、ある程度の知識量があっても実際の現場の知識っていうのがないんで、その辺を身につけるためというか、一旦専門学校であれば年関係ないのでに入っていただいて、そこから紹介されたお店で行って、でそこからどこかに就職するっていうのはなかなか厳しいと思うので、その足でも独立してしまうっていう流れの方が、確実なのかなと思いますね。結構厳しいことを言ってるかもしれないですけど相当厳しいですね。多分やりたいですっていう気持ちは分かるんですけど、よっぽどメンタルが強くないとなかなか、やっぱり周りはね、若いと18歳20歳っていう子の中で同じ状況の扱いをされても平気ですよっていう方は気にせず入っていけばいいかなと思うんですけど、僕はちょっとね違う意見があって、裏ルートじゃないですけど、これあんまり人に言わないんですけど、料理人でも有名店に入る時でも同じで、まずはその受け口を変えるんです。例えばサービスマンから入ってしまってとか、皿洗いから受け口で、それだったら年とか多分関係なくなってくるんで、そこから入ってしまって仲良くなってお菓子を触らせてもらうようにっていう風な入り口っていうか裏ルートがあって、確かに本当に気持ちが強くてやりたい人は、洗い場専門で入ってしまってつないでいくっていう。僕も一時期レストランで求人募集してない場所があったんですけど、紹介専門とかあったんですけど、そういうところは僕は洗い場から入ってそこで一回話できるんで、僕洗い場だったら帰りますよ、相手の対応によって強気に出たりでちょっと上げてもらってみたいな、僕できるんで洗い場だったら損しますよ、そういう風な裏ルートもあるのかなって。それだけメンタル座っとってそれで認められるっていうパターンも確かにあると思うんで、それも一つの手かなと思いますね。そういうふうに、希望を捨てないヘスティアキッチンさんみたいな厳しい場合もありますからね。そうですね、無理ですっていうふうに人もいる本当にやりたければ気概が伝わって、それで、オーナー側も、OK 出して
ちゃんと利害一致さえしてれば、変な問題は起こらないと思うので、そこは正直頑張ってくださいとしか。そうですね、いくらでも入り口はあるってことで、フレンチレストランラールジョンって高級路線のお店をオープンされたじゃないですか、コロナのことももちろんですけども、今後通常に戻った時にフレンチ店ですね、どうなっていくべきかっていう考えってありますか？実際緊急事態宣言は6月20日に明けたんですけど、ディナーをやってない店とかは再開しますよっていう風な流れに今なってきているんですけど、開けたところで戻ってこないんですよ。もう本当にちょっとしか入ってなくて、全体的なこの外食をするお客さんの分母が減ってきているんで、コロナ禍が終わったとしてもいいかっていう風な層が多分多いと思うんで、周りを見てみると、僕も SNS 結構やってるんで分かるんですけど、コロナになって SNS を始めましたっていう経営者が多い中で、どれだけやっても付け焼き場じゃないですか。それではほとんど変わらない。僕の店でもこんだけ登録してくださっている方がいても、それで食っていけるってことではないんで、ありがたいことに、来てくれたお客さんとか協力してくれた人いるんですけど、それだけでは全然ダメなので、昔だったらそれだけでもある程度いけたんですけど、今は本当にいい店しかお客さん入ってない。これからオリンピック開催とか、ワクチン接種によってある程度戻ったとしても駆逐される店だと、本当にお金のためだけにやってきたような人っていうのはどんどん潰れていくと。開業っていうのは厳しい部分があるっていう。お客さんの分母が減った以上は新たに来ても分散しない。なかなかそのコロナ緊急事態宣言なくなったんで早く来てくださいよって、経営者側も言いづらいっていうのがある。言ったところで行かないですね。いろんな店ちょっと回ってみたのもあるんですけど、お客さん自体が減って。今までもね、この経済的な危機って、リーマンショックだったりとかありましたけど、正直あの辺ってその僕らみたいな人間にはあまり関係がなかった、今回のコロナ禍には逆に僕ら、一般世代ですよね、にすごい影響があったので、しかも長引いた中でやっぱり自粛慣れ、外出しなくてもいいやっていう考えっていうのはやっぱお客さんの中でもね、やっぱりだいぶ根付いてるのかなっていう感じるんで。で今ね、テイクアウトとかが流行って、ゴーストレストランとかね流行ってるんですけど、実際ゴーストレストランとかテイクアウトって利益めちゃくちゃ少ない。その一個一個の単価が、うちは1個3000いくらの弁当とかもやって、フードパンダとかウーバーイーツって、そこそこ売れるんですよ、それでも、容器代とか全部含めると、全く割に合わない。売り上げは作れるけど利益はないみたいな。やっても食材を回すためだけにやるっていうイメージで、よっぽど改善しやんと家賃が相当低いとか、人件費ほとんどあります。そんなぐらいになるので、テイクアウトとかに手出すっていうのもあんまり得策ではないような気がしますけど。今後のラピュタスさんの展望ってあるの？こういうお店になりたいとか。とにかく今は赤字が続いてるので、赤字続きでとりあえず黒字にしたいっていう、もうそれだけですね。あとは別にそれから考えようかなっていうとにかく黒字にしたい。とにかく黒字にすること。お客さんのことを第一に考えるっていうのは当たり前なんですけど、そうしたら売り上げがついてくるんじゃないかっていうふうに思ってるんで。そうですね。まずはお客様に認められて、そうですね。そこがないとお客さんも入ってこないんで。まだその評価もね確実なものになってないっていう部分もあると思いますので、それは今後に期待という。食べに来たら分かります。ぜひ食べに来てください。レストランラージョン店のコースのデザート、縁あって監修させていただきましたけども、コース内容でこだわった部分とか伝えたい部分、やっぱりストーリーとかあると思いますので、そういう部分って教えていただくことってできますか？僕もともとコース料理とかイタリアンでも食べに行くのが好きだったんです、でやっぱ食べに行く人って人それぞれ予定があって、お腹の空き具合とかもあると思うので、そこをやっぱ、味はもちろんなんですけど、そこいう部分もちゃんと考えて作りたいっていうのがあって、今の高級レストランって結構13歳とか14歳とか3時間4時間かかりますみたいな多いじゃないですか。多いですね。でも僕そういうのはしたくなくて、レストラン行く前の予定もあるし、で行った後例えばランチだったら11時に予約して1時からちょっと観光したいです、そういう風なお客さんの予定もあるんで、レストラン側じゃなくてお客さんの予定も合わせたいんで、できるだけ品数は増やしても所要時間は短くなるっていうか、短くというかほどほどにっていうのをやっぱり一番ベースとして考えてます。あと量も
お客さん女性であったり、大食いの人であったり食べる量と違うので、人って食べれる満腹具合のグラムっていうのはなんか決まってるらしくて、大体、それが400グラムぐらいだっていう話なんですけど、でも男性と女性でそこも違うじゃないですか。もちろんですね。でランチと、ディナーでもどれぐらい入るかによって違いますし、そこにペアリングがつくとまた総量が変わってくる。液体としての、で全体的な総量としてフランス料理の三つ星を取っているようなレストランだったら、大体700から600ぐらいまでいって、ワインで 1. 何キロですっていう風な、レストランもあるんですね。その辺のバランスもやっぱお客さん自身で調整できるように、小さいポーションを何個か入れて、あとで調整しやすいパンとかワインとかのこの各調整できるポイントを作っておいて、お客さんがある程度お客さんその1日を見たときにどういうコースがいいかっていうのを考えてやるようにしてます。お客様主体で、そうですね、食べさせるんじゃなくて食べてもらうっていう一日の中の思い出作りの一つにあるだけの話、そこをレストラン主体でガツガツ行くんじゃなくて、俺に時間を使えじゃなくて、観光してきたついでに1時間半2時間で終わったからどっか遊びに行って、こういう一日の思い出ができたねっていう風な、それでいいと思うので、美味しいのは当たり前なんですけど、その生活の一部としてラールの手がある、すごい理想的な。なかなか今ね、その高級レストランって、昔ほどではないですけど、やっぱり門構えもそうだし、出てくる内容も普段食べれないような内容が出てくるから、表に出ない強気みたいな部分、やっぱ感じるじゃないですか。フレンチレストランだけどちょっと敷居は低め、っていう感じですかね。カジュアルに来ていただいて、実際僕が行くときに敷居が高いと嫌になっちゃうとか、コースの時間とか品数多いとそのために1日使いたくないんで、単純に疲れるし、でコースのテーブルマナーだったらメインまではトイレ行けない、堅苦しいのめんどくさいんで、もちろん守るのは当たり前なんですけど、そこで3時間4時間ってなってくるとそれで1日終わっちゃうんで、そういうのはちょっとそうですね、嫌です。店側の都合でっていうやつがないようにっていう。あと、料理人的な話になると、これは結構やりがちなんですけど、独立するよとかオペレーションがどうか考えてない人が多くて、例えば作業内容的に人がいっぱいいればいいんですけど、フライパンで1個も2個も3個も焼くような料理とか、ソースを何種類っていう風な内容を詰め込みすぎてしまうと、単純にオペレーションとして回らなくなる。積んじゃうってことですね。結果的に料理がダメになっちゃうので、そこを自分の実力を見ながら、ここはダメだから冷静にしよう、そういう風な考え方も結構大事だと思います。今出せる最大限の構成でオペレーションを考えてやっていく、そうっていうところを考えて、そのベストを今磨き上げ続けているってことですね。ありがとうございます。では最後の質問になるんですけども、答えれる範囲で構いませんので、オープンしてからの売り上げの動向というか、っていうのってお聞きしてもいいですかね。最初に言ったように赤字なんですけど、でオープン当初からずっと赤字で、基本的には一応15日がプレオープンです。で、19日グランドオープンで、20日からまん延防止措置で時短営業プラス緊急事態宣言でアルコールもダメになっちゃったんで、ディナーが入らないということで、ランチ営業だけですよっていうふうに貼らせていただいた上で、大体80万ぐらい、ランチだけで80万ぐらいで、ずっと推移してます。そんなところですか。で出てくるお金ものが多いんで、これからちょっとね、緊急事態宣言明けるっていう風な雰囲気になって、ディナーのお客さんが増えたのと、お酒が飲めるようになったので、そこでだいぶ単価が上がるので、今月からちょっと街にもだいぶ活気というか、戻ってきてはいますもんね。そうですね、人はいっぱいいるんですけど、入っていく店はみんな決まってるようなイメージですね。あとはどういう意味にするかのところにかかってるそうですね。これから成功に向かって突き進んでいただきたい思いですので、ちょっと厳しい状態がまだ多分続くと思う。オリンピックとかですね、逆に悪くなるんじゃないかっていう話もあるんで、ちょっとこれから YouTube とか SNS にも力を入れて、こういう2人みたいなハイブリッドな料理人が生き残っていけるような時代が来るといいですね。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。
ラピダスキュイジーヌフランス料理のチャンネルの URL 概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、私が監修したデザートも、今後も、ラアルジョンテで楽しむことができますので、ぜひ来店の方よろしくお願いします。今後も頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。